はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日はですね、よく私が YouTube ライブをしている部屋にいるんですけど、あれいつもと違うねってね思った方いると思うんですけど、理由は上にクーラーがあるからです。暑いです最近。はい、ちょっとうるさいねクーラーね。はい、まあそんな感じで今日はここから撮ってます。なんかね綺麗な部屋にしたいんだけどね、なんかちょっとすごいごちゃごちゃしてるんですけど、はい、で今日はですねリクエストをいただいたんですけれども、よく皆さんも聞いたことがあるような言葉です。今日の言葉はじゃんじゃんですね。聞いたことあるけど使い方はわからない人が多いと思うんですけれども、安心してください。私もよくわかりませんえっつっておいって感じですけれども、じゃんはすごく意味がたくさんあるんですね。なので説明を全部するのは結構難しいです。はい、じゃあどうすればいいんだよって話なんですけれども、今日はじゃんの全ての意味を説明するのではなくて、よく使うシチュエーションとか、便利なフレーズ、ワンフレーズをご紹介しますので、もう今日からじゃんを使えるようになりましょう。はい。でまずじゃんという言葉なんですけれども、実はこれは方言なんですね。方言。はい。どこの方言かというと、一番なんか有名なのは神奈川、あとは愛知県とか、いろいろな地域で使われている方言みたいなんですけれども、多分ね神奈川でよく使われている方言だったので、それが東京に来て、いろんなドラマとかアニメとかでもいろいろ使われるようになって広まったんだと思うんですね。なので実は関西、大阪とか京都とか、あとは少し九州のエリアとかではこのじゃんっていう言葉を使う人がいない地域があるんですね。だから無理して使う必要はないんですよね、実は。はい、そんな感じです。東京にいる人がよく使うから、なんか日本語でよく聞くだけであって、はい、そんな感じです。じゃんはすごくカジュアルな言葉で、話し言葉です。なので書くときには使わない言葉ですね。なので今回ももちろんビジネスとか目上の方には使わない方がいい言葉になります。家族や友達と一緒によく使う言葉になりますね。で、じゃんはどういう意味かっていう話なんですけど、じゃんの主な意味、メインの意味は強調です。強調するということです。強く何か言いたいことを強く言いたい時に使う言葉になります。はい。で、フォームチェンジになるんですけれども、これは何でも OK です。例えば食べるじゃん、食べたじゃん、食べてないじゃん、何でも OK ですね。あとは名詞になるとペンじゃん、リンゴじゃんみたいな、カメラじゃんみたいな形で、何も間にだとかは入らないですね。形容詞もそうです。美味しいじゃん、美味しかったじゃん、美味しくないじゃんとか、静かじゃん、静かだったじゃん、静かじゃないじゃんとかね。な形容詞の時になとかだはいらないですね。なので結構フォームチェンジはかなり簡単、使いやすい言葉かなと思いますね。で、意味は強調なんですけれども、強調って何っていう感じですよね。はい。なので今日はその強調の意味なんですけれども、よく使うシチュエーション、パターンですねを4つご紹介しますので、今日覚えましょうね。1つ目はその話す相手が何かを忘れてる時によくじゃんを使います。じゃん、忘れてる時で、2つ目は知らない情報を聞いて驚いた、びっくりした時で、3つ目
3つ目は誰かを褒めるとき、いいことを言うときとかですね。はい、で4つ目はクエスチョンですね。疑問文になるとき、なんとかじゃんの時はまた意味が少し違いますので、この4つを今日はご紹介したいと思います。まず1つ目、忘れていた時、相手が何かを忘れている時のシチュエーションです。これはまず会話を見てみましょう。明日どこ行く？明日？昨日買い物に行くって言ったじゃん。ごめん、忘れてた。明日仕事だわ。はい。このように今相手の人が明日どこ行くかの約束を忘れてましたよね。言ったじゃんと言いましたけど、これはあなたに前に言いましたよねっていうのをすごく強く言いたいときに言ったじゃんって言いますね。I told youってことですね。これはもうこの言ったじゃんっていうフレーズはよく使いますので、もうこれはフレーズで覚えてしまって大丈夫だと思います。I told you 言ったじゃんですね。で、ちょっと分かりにくいかもしれないので、もう一つその忘れている時のシチュエーションの会話を見てみましょう。昔ここにあったラーメン屋さん美味しかったよね。あったっけ？あったじゃん。豚骨ラーメンのお店だよ。思い出した。美味しかったよね。はい、こんな感じです。もう相手の人に思い出してよ。なんで忘れてるの？っていう時に強く言いたい時にじゃんをよく使います。はい、この時のじゃんは、だいたい他フォーム、他形とじゃんを使いますね。言ったじゃんとか、あったじゃんとかね、約束したじゃんとかね、よく使いますね。2つ目は新しい情報を聞いてびっくりした時、驚いた時によくじゃんを使います。はい、じゃあこれもまずは会話を見てみましょう。明日の仕事朝早いんだよね。何時？6時。6時？早いじゃん。どのくらいかかるの？家から2時間かかる。めっちゃ遠いじゃん。はい、じゃんが2つ出てきましたね。早いじゃんとめっちゃ遠いじゃん。この2つですね。はい、これは朝6時だよって言われてびっくりですね。初めてそれを聞いてびっくりして早いじゃんですね。あともう一つは家からその仕事場まで2時間かかる。すごく遠い。初めて聞いてびっくりしました。めっちゃ遠いじゃんですね。これも驚いたことを強調したい時に使う言葉ですね。はい、3つ目は相手を褒める時に使います。これもまずは会話を見てみましょう。昨日買った服似合ってる？可愛いじゃん。本当？来週のデートのために買ったんだ。そうなの？いいじゃん。似合ってるよ。はい、こんな感じですね。このいいじゃんはよく使いますね。いいじゃん。いいと思うよって時にいいじゃんって、これは本当によく使うので、これはフレーズで覚えてみるといいと思います。はい、あとは可愛いじゃんとか、他にもかっこいいじゃんとか、最高じゃんとか、よかったじゃんとかね、そういう時によく使う言葉ですね。はい、最後に4つ目。これは、クエスチョン、疑問形になることですね。はい、何々ちゃんですね。はい、今までは疑問形じゃなかったので、アクセントは下がってたんですね。何々じゃん。でも疑問形になるときは何々じゃんと上がります。ラストじゃん。はい、このクエスチョンがつくと確認の意味になります。確認。英語で言うと、you know とか right のイメージですね。はい、じゃあこれも会話を見てみましょう。駅前に新しいイタリアンできたじゃん。
昨日初めて行ったんだけど、めっちゃ美味しかったよ。あ、マジ？私も行きたい。はい。こんな感じで、駅前に新しいイタリアンできたじゃんって聞きましたね。これは、できたの知ってるでしょ？もう知ってますよね。という、ちょっと確認ですね。はい。できたじゃん。こういう時に使いますね。なので、まとめると4つありましたね。1つは、忘れた。相手が忘れてる時に、じゃん。竹とじゃん。例えば、言ったじゃん。ですね。I told you。言ったじゃん。これはフレーズですぐ使える言葉ですね。言ったじゃん。はい。で、2つ目は、新しい情報を聞いた時に、驚きましたという時に使いますね。はい。じゃん。で、3つ目は相手を褒める時、いいじゃんとかよかったじゃん。これはもうフレーズで使うといいと思います。はい。いいじゃんは本当によく使いますね、私ね。はい。で、ラスト4つ目はクエスチョン、疑問ですね。ハテナの時に少し確認、知ってるよねって時、だよねっていう気持ちの時に使いますね。いかがでしたでしょうか？この4つのシーンをよく使うので、これを覚えておくといいと思いますね。はい。何回も言うんですけど、これは方言の一つみたいなので、そんなに無理して使う必要はないと思います。逆に変に使っちゃったりして、変な日本語になってしまったりするので、本当に難しいと思うんですね。なので、もしそのじゃんをでも使いたい、もう私は使いたいんだって人がいたら、いいじゃんとか言ったじゃんとかね、ちょっと簡単なところ、このフレーズをまず覚えて、それをそのまま使う。それが一番いいと思います。はい。日本語って大変だね。はい。今日はこんな感じで、じゃんの4つの使い方でした。はい。で、もしこのビデオがいいじゃんって思ってくれたら、ぜひグッドボタンとかシェアよろしくお願いしますね。はい。で、コメントでリクエストとかももしあったら送ってください。はい。じゃあ今日はこんな感じで、また次回。バイバーイ。明日どこ行く？明日？昨日買い物に行くって言ったじゃん。あ、ごめん、忘れてた。明日仕事だ。もう。昔ここにあったラーメン屋さん美味しかったよね。あったっけ？あったじゃん。豚骨ラーメンのお店だよ。思い出した。美味しかったよね。明日の仕事朝早いんだよね。何時？ 6 時。6時？早いじゃん。どのくらいかかるの？家から2時間かかる。めっちゃ遠いじゃん。昨日買った服どう？似合ってる？かわいいじゃん。本当？来週のデートのために買ったんだ。そうなの？いいじゃん。似合ってるよ。駅前に新しいイタリアンできたじゃん。うん。昨日初めて行ったんだけど、めっちゃ美味しかったよ。マジ？行きたい。